アクタス店舗営業部の松隈と申します。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい。今日はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。はい、商品としてはアクタスが正規販売店となっているクルティミラノというフレグランスブランドについてのご紹介になっております。アクタスのルームツアーとかを見ていただいている方は、いろんな多分スタッフの家のところどころにこのディフューザーとか点在してるの見たことあるだろうなと思うんですけれども、本当にアクタスの本当定番のフレグランスの商品になっているので、もちろんお客様もそうですけどスタッフからも人気のある商品です。今回この中でどういったことをご紹介いただけるんでしょうか。香りの話になるので、なかなか動画では伝わらない部分もあるとは思うんですけれども、見ている方がちょっと想像できるような香りの成分のお話だったりとかイメージ話とかができればなと思っていて、クルティっていうのが美しさとか機能性とかちょっと詩的なところ、ちょっと抽象的になっちゃうかもしれないんですけれども、そういうイメージで作られているブランドになっているので、制作の背景とかもご紹介できればなと思っております。アクタスの YouTube では初の試みなので、ちょっと私も緊張してるんですけれども、ちょっと伝わればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ改めて簡単になんですけども、はい、クルティのブランド、もう少しだけ深掘りして聞いても大丈夫ですか？はい。クルティはイタリアのブランドなんですけれども、創業が1990年。だいたい今35年目ぐらいになるブランドでして、創業者のアレッサンドロ・アグラーティさんという男性の、その方は家具のデザインとか実業家でもあったりとかっていうマルチで活躍されてた方なんですけど、その方がラタンの家具を制作している時に、ちょっとその塔に香水をシュッと吹きかけてみたらすごくいい香りがするじゃんっていう、その木を伝って、いい香りがするっていう発見をして、そこからできた置き型のディフューザーになりまして、でこれが置き型のこのルームディフューザーを世界で初めて作ったのがクルティミラノなんですよ。香りがもたらす効果っていうところについて、ちょっといろいろ私も今回考えた時に、気分を変えてくれる効果だったりとか、精神的な幸福感みたいなのがやっぱり香りによって生まれてくるものだと思いますし、お家に帰った時にいい香りがすると、それだけでちょっと暮らしが豊かになってるなっていう風に私も日々思いますので、そういうアイテムが本当にクルティにはたくさん、ディフューザーだけじゃないんでいろいろ取り揃えているので、その辺も今日ご紹介できたらなと思います。定番の香りはだいたい10種類ほどございまして、シリーズとしてはディフューザー、あとはこちらのキャンドル、あとは空間に散布する、ルームスプレー、あとはカーフレグランスとかクローゼットに入れていただけるサシェなども一応展開がいろいろございます。今回、今からご紹介するのはちょっとディフューザーの方をご紹介していきたいと思います。10種類、定番の香りがある中で、今日一応ピックアップしてご紹介するのが4つの香りになります。1つずつちょっとご紹介していきます。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。1つ目の香りご紹介していきます。こちらのアラマーラという香りです。イタリア語でオレンジと苦いという、意味を持つ言葉がありまして、それの造語になります。その名のごとくビターオレンジを主として使っている香りになるので、オレンジと苦いっていう、意味になっているんですけれども、イタリアでは一番人気の香りです。イタリアのシチリア島って多分ご存知かと思うんですけれども、ちょっと皆さん思い浮かべてください。想像したいですね。想像してください。太陽がこう々と差しているシチリア島のバロック様式の建築思い浮かべていただいて、いろんなカフェとかがある中でオレンジの木があったりとかして、そういう温かさがある香り、ただそこに一つのオレンジがあったとして、皮とか、葉っぱとか
中の白い部分の、実の部分とかって、いろいろあると思うんですけれども、それを全てこう使っているので、皮の苦さだったりとか果実の甘い部分だったりとかっていう、なんかいろんなそのオレンジの要素が入っていて、その温かさの中に少し甘さがあって、でその葉っぱの部分のこの爽やかさも感じられる、シチリア島でこうよく作られているオレンジピールを使ったお菓子があるんですけど、なんかそういうオレンジピールの甘さとほろ苦さをこうギュッと凝縮したような、そんな香りになってます。季節的にはイメージはやっぱり春から夏にかけた太陽の暖かさを感じるような季節にぴったりな香りかなと思います。クルティって一つ一つ香りのイメージのこういう写真みたいなのがあるんですけど、本当にこの画像のイメージが結構私はいつも印象に残ってるなと思っていて、こうやって動画で伝えるにはイメージしやすいかなと思いますので、よかったら皆さん今シチリア島って検索していただいて、その画像を見ながらこのお話を聞いて香りのイメージをしていただけたらなと思います。なんか香りってなんかこう想像させる魅力もありますよね。そうなんですよね。あの時の香りってこの思い出の香りだみたいなのもやっぱり思い出すと思うので、旅行に行った時のあの香りだみたいなのをもしかしたら見ている方には、シチリア島行ったことある方には伝わるのかなとは思います。店頭でお試しいただけたらと思います。2つ目ご紹介いたします。2つ目はこちら、テシュートと読みます。これはもう一言で言うと、洗いたての、コットン、綿のような優しい香りです。ちょっと頑張っていいホテルとかに泊まった時に、こうベッドにこうファッてやった時に香るこの洗いたてのこう温かい優しさのある香り、かつすごく清潔感がある香りになっていて、風になびくレースカーテンとか絹みたいな、そういうちょっとエレガンスさもあったりとか、フラワーコットンという香りとホワイトムスクなどがちょっと主に入っている成分にはなってるんですけれども、嫌いな人がいないんじゃないかっていうぐらいすっごくいい香りの代表っていう感じのイメージでして、なんか例えばフラワーコットンとかホワイトムスクって言った時に、今まで多分それを嗅いだことがある方だとなんとなくこんな感じかなとかっていうのは分かると思うんですけれども、香りのその背景だったりとかっていうことだけではなかなかこう伝えきれない部分っていうのがあるかなと思うので、ちょっと今改めて嗅いでみます。めっちゃいい香り、風通しがいい空間のイメージになるかなと今改めて思いました。たまにこう石鹸っぽい香りありますかとかっていう風に言われることもあって、石鹸の成分はもちろん入ってないんですけれども、なんかそういう清潔感みたいなのはこのテシュートが一番クルティの中ではあるかなと思ってご案内することが多い香りです。季節とかあまり関係なくこうオールシーズン使っていただける香りかなと思います。ちなみにそれぞれの香りごとにおすすめの使用場所とかあったりするんですか？このテシュートに関しては、本当どこに置いていただいてももちろんいいですし、人によって好みは違うんですけれども、洗面所だったりとか、あとは玄関先、ちょっと玄関ってこうどうしても香りがこもっちゃったりとか、イメージこうグッとこもるイメージありますよね。そうなんですよ。でそこにもちょっと清潔感のあるテシュートの香りを持ってきていただけると、もうそれだけでこう玄関開けた時の爽やかで軽やかな、ちょっとこう風通しがよくっていう香りが入ってきた時に、いい香りっていう印象になりますので、確かに玄関も割とおすすめです。それこそ洗面所の空間と寝室とリビングダイニングとっていう各部屋ごとにテーマをこう分けて楽しむっていうのも、クルティをこう楽しめる醍醐味かなと思います。3つ目の香りご紹介いたします。3つ目の香りはこちらのマーレミネラーレと申します。マーレっていうのが海という意味で、ミネラーレが鉱物、英語だとミネラル
みたいな意味なんですけれども、本当にその名の通りすごくミネラルを感じる。ミネラルってなんだ、想像今まで一番想像できないかもしれないです。そうですよね、イメージ的には夏の海辺にいるようなイメージで、潮風だったりとか太陽が海をこうさんさんと照らす、その暖かさとかっていうのをすごく感じる香りで、成分としてはムスクとか樹液とかシアーコードっていう、すごいシンプルな成分が配合されているんですけれども、海のこうソルティー感みたいなの、塩っぽい香りっていうのも一番感じる香りになってます。そしたらちょっとこちらも嗅いでみたいと思います。これこそちょっと本当に嗅いでみていただかないとなかなか想像つかないかなと思うんですけど思わずなんか深呼吸私したくなっちゃう香りで、甘さは本当に、ほとんどない、奥の方に優しい甘さみたいなのは感じるんですけれども、ほとんどなくってすごくすっきりしてる香りです、水分は感じますよね。確かにその中に少しこう海のこう潮気みたいなのが自然と漂ってくる、浜辺にいる私みたいな、そういうイメージ。でも香りの感じ方は本当に人それぞれなので、こうやっていろんな表現があっていいのかなと思いますし、置く場所としては寝室とかに置いて、こうちょっと目をつぶりながらリラックスしたいなっていう香りです。次は超定番の香りです。ご紹介いたします。最後の一つは手です。ザじゃなくて手と読みます。多分クルティご存知の方は一度は使ったことあるんじゃないかなっていうくらい、日本では一番人気の香りになります。その理由としてはやっぱり中に入っているこの煎茶、緑茶が入ってるんですけれどもとベルガモットが入ってるので、その緑茶の成分っていうところはやっぱ日本人にはやっぱりすごく馴染みがある香りなので、こう潜在的に惹かれる香りなのかなっていうふうには思います。もともとのその創業者のアレクサンドラ・アグラーティさんが、すごく日本が大好きですごく日本に敬意を持っていらっしゃるので、日本でこういう香りを作ってくださったっていう香りになるんですけれども、その名の通りお茶の香りがするんですよ。ベルガモットで結構紅茶のイメージ、アールグレイとかのイメージがあると思うんですけれども、それがこう合わさることによってなんかこう日本っぽい感じもするし、ちょっとこう紅茶のこう海外っぽい感じもするしっていう、あんまりこう今まで嗅いだことないこの TK の香りになっていて、なかなかやっぱり他にないので、クルティをお使いになられる方は一度は使ったことあるだろうなっていうぐらいの定番の香りになります。落ち着くって和室とかも多分想像するようなお茶のいい香りがするなと思っていて、シーンとしてはリビングダイニングにもおすすめで、やっぱりお料理をこう出すところなので、料理の匂いとある程度重なってもそんなにこう嫌な香りにならないっていうところでご提案することもすごく多いですね。これもテシュートと同じで、どこに置いていただいても間違いない香りになってるので、もしクルティをまだ使ったことがないよっていう方がいらっしゃったら、手からちょっと始めていただくのがかなりおすすめです。お茶って言ってしまうと、皆さん例えばペットボトルとかになるお茶とか、こう自分で入れるお茶とかっていうのの香りを想像するかと思うんですけど、そうでもなく、かといってお茶畑にいるような感じでもなく、でもないです。そうなんです。でもお茶のエッセンスはすごく感じるんですよね。あるんです。面白い。そうだから本当にこれは一度お店で嗅いでいただきたい香りになります。こういった香りがあと他にも6個あるんですよね。そうです。他に6種類あって、それぞれ個性が全然違うので、皆さんが迷われる気持ちはよくわかりますと
感じですかね。そもそもクルティというディフューザーは空気中で香りを掛け合わせるレイヤリングという言葉が今あるんですけれども、それを前提として作られているので、掛け合わせると単体で嗅ぐよりも奥行きが出たりとか、ちょっと香りにリズムが出たりとかして、なんかそれはそれでまた楽しいっていうので、一つの空間に2つ置いたりとか3つ置いたりとかっていうこともできるディフューザーになってますので、なるほど。なかなか他にはないかなと思います。クルティのディフューザーってサイズ展開がいくつかあるんですけれども、そのサイズによって香りの広がる幅っていうんですかねがちょっと違うんですね。なのでそれも空間の広さによって使い分けていただいたりとかはするんですけど、リビングの方はじゃあこのサイズにして、ダイニングの方はこのサイズにしようみたいなこともできるので、そういった意味でも選んでいただきやすいかなとは思います。今回ディフューザーメインでご紹介いただいたと思うんですけども、他のアイテムとかはどう使い分けたらいいとかあったりするんですかね。そうですね。まずルームスプレー、通常だとこのサイズ 100ml 入っているサイズのルームスプレーになっているんですけれども、基本的にはこうやって空間に散布していただいて香りを楽しんでいただくっていうアイテムになってます。なので瞬発力がすごいあるというか、香りのだいたい持続時間としては15分か20分ぐらい。お客様がいらっしゃる時とかにちょっとその前に玄関に散布しておいたりとかっていうのができるアイテムにはなっています。例えばですけど、このディフューザーとルームスプレーみたいな組み合わせで空気中で掛け合わせることもおすすめしておりまして、どうしてもこのディフューザーを2本置くって慣れてない方にはハードル高いかなと思うので、もう1個はルームスプレーで気分によって散布してレイヤリングするみたいな使い方もできるので、ディフューザーとルームスプレーをセットでご購入いただくのも非常におすすめです。レイヤリングのおすすめとかもあったりするんですか？毎月のおすすめの掛け合わせ、レイヤリングの香りっていうのも店頭に来ていただくと出てるので、それはもう毎月チェックしていただけたらと思うんですが、アクタスとして今おすすめのレイヤリングの種類としてちょっとご案内させていただきます。先ほどご紹介した綿のような香りのテシュート、はい、あとリンファで、ちょっとこれは先ほどご紹介してない新しい香りなんですけれども、すごいフルーティーな香りで、これをちょっと掛け合わせてみますね。本来だと空間の中で掛け合わせる形になるんですけど、一緒に嗅いでいただくとテシュートだけだと軽やかで爽やかな印象になるんですけど、リンファっていう香りが入ることによって少しだけ甘いフローラルな香りが足されて、少し華やかな感じになります。香り一つ一つがかなり優しめで作られているので、だからこそこうやってレイヤリングで香りをプラスしてあげることによって自分の好きな香りの強さを作ることもできるので、それがやっぱりクルティの良さでもありますね。どうしてもこれ使っていくと液体がなくなっていってしまうんですね。ただやっぱり同じ香りをずっと使い続けたいなっていう方がやっぱり多い中で、こういうリフィルっていうのがございまして、今このサイズが 500ml っていう、一番定番のサイズになっていて、このリフィルも、500ml になってます。どうしても液体が減っていってしまうと香りが立ちにくくなってしまったりするので、ある程度半分くらいになった時に付け足していただくと香りの強さが維持してくれるので、一緒に最初に買っていただくのは本当はおすすめなんですけど、こうリフィルがあるっていう安心感もお客様にはご好評いただいております。500ml のものでどれぐらい持つんですかね？だいたい3ヶ月ぐらい持つとは言われてはいるんですけど、もちろん置く環境だったりとかにもよるんですが、風通しがいいところとかだと消費は割と早かったりとかしますし、風通しがそんなに良くないところだと減りが遅かったりとか、だいたいそのくらいのペースかなという感じです。
今日はご紹介ありがとうございました。ありがとうございます。伝わったかなっていうのがすごくちょっと心配ではあるんですけれども、先ほどご紹介した4つだけでも香りのイメージが湧いてもらえたら嬉しいなと思いますし、自分の中で想像してお店に来ていただいて、あ、全然違うじゃんとか、あ、思ってた香りっぽいとかっていうのも楽しんでほしいなと思いますし、レイヤリングに関してもお店で実際に試していただけるようにはなってるので、自分の好きな組み合わせっていうのをまず見つけていただくのがいいかなと思います。アクタスはインテリアショップ、ライフスタイルショップっていうコンセプトでやってはおりますので、例えばアクタスの家具とこのクルティをこう合わせるっていうのもいいと思いますし、いろんな雑貨と合わせて置物とかもたくさんあるので、そういうインテリアの一部としても取り入れてもらえたら嬉しいなと思います。クルティは動画でもぜひ発信したいって話はずっとこの3年間ぐらいあったんですけど、なかなか形にできてなかったので、そうですよね、ぜひこれをきっかけに魅力を知っていただいて、足を運んでもらえたら嬉しいですね。そうですね、世界中に届けと思って、今日はご紹介させていただきました。以上、アクタス店舗営業部の松隈がお届けいたしました。ありがとうございます。